ハイドロだと思ってるね。ハイドロポンプだからハイドロだよね。はい、皆さんこんにちは。車の大自然カカカシノピーです。今回はこちらディティールアーティストのライド、エア、ドープ、ハイドロ、この4種類を使い比べてみようかなと思います。この4種類すべてジェームスで購入することができますが、じゃあどれを買えばいいのって分かりづらいのかなと思うので、実際に僕が今から使って皆さんと一緒にこの商品はこんな商品なんだなっていうのを見ていけたらいいなと思っております。一応簡単に説明すると、このライドとエアっていうのは QD、クイックディテーラー、ドープはスプレーワックス、ハイドロはトップコート、こんな感じで分かれてはいるんですが、そんなことをいろいろ置いといて QD とか言い始めるとね、ややこしくて分かんなくなっちゃうと思うんですよ。なので一個一個水弾きだったりツヤだったり洗浄力だったり確認できるところを確認していきたいなといった感じです。じゃないとね、僕もちょっとねよく分かんなくなっちゃうので、一旦片っ端から比較していこうかなと思います。そしたら早速外へレッツゴー。はい、ここでお知らせです。8月4日日曜日、ジェームスいないち茨城店で車の大自然カカカと開業記念ジェームスのイマムーがイベントを開催します。イエーイ。イベントの概要は、まず1つ目は個別お悩み相談会をやります。僕ら2人にですね、洗車のお悩みを相談できるといった企画となっております。その間にシノビーさんのおすすめの商品を使えるというブースも用意しているので、そちらで実際に使いながら気になる商品を選べるといった感じです。そして2つ目はじゃんけん大会も開催いたします。皆さんとじゃんけんを行って勝った方にイベント限定のコラボ T シャツをプレゼントします、はい、そして最後に洗車用品を含む1000円以上のお買い上げをしてくれたお客様にシノビーステッカー大阪バージョンをプレゼントします。詳しいことは概要欄だったりポスターですね、記載しておくので、ぜひ大阪まで足を運んでください。それじゃあ当日待ってます。そしたらこの車で試していこうと思います。こんな感じですね。若干この辺弾いてるけど、ボンネットはゆっくり水が引いていくような感じです。これを4分割して4種類のコーティング剤、ライド、エア、ドープ、ハイドロ、この4つを施工してどんな違いがあるのか、まずね水弾きのところを見ていこうと思います。一緒にねツヤも見ていけたらいいかなといった感じです。はい、そしたらボンネットの一番運転席側ですね、エアーをまず施工していきます。エアーの使い方は転写をして汚れを落としますと。クイックディテーラーをパネルかクロスに2から3プッシュし拭き上げますと。ただそれだけですね。特徴としては仕上げに使いやすいドライ型 QD、 ドライング補助機能と高い洗浄力、下地を引き立てる撥水と施工後のスッキリ感を実現、帯電防止効果がありますよと。全パーツ使用可能と、そんな感じですね。実際に使ってみます。よし、いきます。パネルとクロスにプッシュして拭いていくと。エアーがね、僕が見る限り一番人気なんじゃないかなと思っております。結構ねいい評価を皆さん言っていますよね。匂いいいね、トロピカルな匂い。施工も今のところムラなく綺麗に施工できました。こんな感じです。エア施工終了。楽だね。そしたら1個隣に移動してライドを施工していきます。使い方は似たような感じ。特徴としては偽製皮膜を形成するウェット型 QD、 深いツヤ感とスリック性、そして撥水、弱ってきた撥水の補強や気になる箇所の洗浄に、無水洗車としての使用も可能ですと。使用方法は洗車をしてボディの汚れを落とします。ドライングタオルなどを使って水分を拭き取ってください。ライドをクロスもしくはボディに直接 2,3 プッシュし塗り広げます。ガラスやホイールには使用しないでくださいと。使っていきましょう。これね1回使ったんですよ。で匂いがね良かった印象があります。はい、いきます。塗り広げる。クロスはこれちゃんと新しいものに変えています。で面を変えて拭いていきます。こんな感じかな。ムラにはなってないです。ライド終了です。
そしたらもう1個横にずれてドープを施工していきます。こちらはスプレーワックスということで、特徴は T1 カルナバ配合のスプレーワックスですよと。ボディにカルナバ特有のウエットなツヤ感と手触りを与え、光膜で塗装を保護します。スワイプテスト推奨です。詳細は施工方法をご覧くださいと。全塗装色対応。使用方法は洗車で汚れをしっかり取り除いてください。水分を完全に拭き上げてください。ボトルをよく振り、クロスに2から3スプレーし、ボディに塗り広げます。塗装面の本材がなくなるまでしっかり塗り込んでください。スワイプテストでいきますかね。塗り広げてそのまま拭き取るのではなく、全体的に塗り広げて乾いてから、ワックスのような感じですよね。乾いてしっかりさっと拭けるようなタイミングで拭いていくと、これが一番いいみたいです。上級者向けの施工方法として書かれております。そしたらやっていきましょう。すごい広いです。一旦裏になるんですが、塗り広げます。他のと比べて白っぽくなる感じがありますね。木みたいな、木の香りっていうのかな。この匂い好きかも。これ何の香りな。一旦乾くのを待ちます。ワックス感ありますよね。やっぱ白っぽい感じ。はい、そしたら拭き上げていきます。ほんと30秒とかこれぐらいですね。1分ないぐらい。けどなんかムラになりやすいな。拭き取りがちょっとむずいぞ。タオル変えよう。拭き上げはね、クロス変えた方がいいかも。ほんとなんかワックス感がすごいある。今までのエアライドに比べるとちょっとムラになりやすい感がある。手触りは確かにワックス感があるウエットな感じですけど、今のところ一番施工難しいかも。こんな感じですね。はい、そしたら最後一番右側ですね。こちらハイドロ。こちらは特徴としてはグラフェン&チタンを配合したプレミアムトップコート。ボディにツヤと光沢を与えます。グラフェンが白キ酸皮膜のグリップ力を強化し、強力な撥水と防水を実現しました。施工性抜群でムラなく仕上がります。アロマウッドの香りですと。使用方法は洗車をしてボディの汚れを落とします。ドライングタオルなどで水分を拭き取ってください。ボトルをよく振り、ハイドロをクロスもしくはボディに直接2から3スプレーし塗り広げます。乾いたクロスで塗り込むように仕上げてください。塗装面のみ使用可能と。いきます。これも匂い好きですね。こういう感じですね。全体的に塗り広げて乾いた面で拭き上げていきます。おーっと、ちょっと乾ききっちゃうとムラになるね。そういう場合は液剤がついてる面でもう一回軽く拭いてあげるとムラはなくなります。確かにグリップ力がある。滑りはあんま良くなさそう。ギュッとした感じがありますね。こんな感じでいいでしょう。そしたら4面施工が終わりました。カメラの電池もなくなりそうなので一旦今日はここまで。明日ツヤとかを見ていきたいなと思います。あと水はじきかな。ちなみに施工感で言うとこの左側エアとライドがかなり施工しやすかったです。ムラにもなりにくいっていう感じかな。ドープはやっぱムラになりやすい感じがあってちょっと難しいなと感じました。ハイドロも乾くとすぐムラになりやすいのでそこら辺注意すればって感じ。手触りはねこの2つあんまよく分かんなかったかな。でドープは結構ウエットな感じでハイドロは結構グリップ本当にあるような感じでしたね。違いは一応ありましたと。とりあえず明日また見てみようと思います。はい、そしたら1日経過しました。マスキングテープを剥がしてみようと思います。ちなみにハイドロは即定着ということで、1日置く必要とかは基本的にはないんですが、念のため1日置きました。パッと見はやっぱドープちょっとムラになってますね。同級者施工をね調子こいてやった結果若干ムラになっちゃいました。拭き取りのタイミングがね難しかったかなといった感じです。ツヤ感は肉眼で見た感じドープツヤ出てます。エアーとライドのところも若干ツヤ出てるけどハイドロはね若干出てんのかなぐらい。一番ツヤが出てるのはやっぱドープだね。多分ね映像じゃ分かりにくいと思う。エアもハイドロに似たような感じかな。こんなめっちゃツヤが出てるっていう感じではない。あからさまにツヤが出てるなと思うのはドープ。その次ライトが目で見てツヤ出てるかなぐらい。
エアーとハイドロに関してはミセコとの違いがちょっと若干あるぐらいで、もちろんこのボンネットもいろんな状況があります。黒でもね白っぽくなってて、そこからコーティング剤塗った時に結構ツヤが分かりやすく出るとかね、いろいろあるんですが、僕は見る感じはそんな大きな差はないかな。ドープがツヤ出てるっていうぐらい、それ以外は若干っていう感じですね。そしたら水をかけてみようと思います。いきます。こんな感じなの。明らかにこのエアーが一番撥水してないですね。なんで？僕の事前に得てる情報だとエアー結構撥水するって聞いてたはずなんだけど、今日は全体的に撥水してない。その他3つ、ライド、ドープ、ハイドロに関して言えばそんな大きな差はないかな。ここだけ施工を失敗したと思わせるぐらい撥水してないね。一回洗ってみましょう。そしたら洗ってみます。ちょっとライドが弱まったかなって感じするけど、けどハイドロとドープ右側2面はしっかり弾いてます。ライドも弾いてるんですけど、若干水滴の形含め撥水力が弱まったかなと。でエアーはほぼ撥水していないような感じですね。一回拭き上げます。でここでツヤを見比べます。ミセコに比べればどこもマスキングテープの跡は残ってる感じがしますね。やっぱツヤはね一回洗うとねかなり落ち着くイメージがあるんですが、中でもドープが一番ツヤ感があるかなと思います。触っちゃおっか。全然違う。ドープの方がツルツルしてるわ。ハイドロはかなりグリップする、キュッキュなる感じで、ドープは全然キュッキュなんないです。ライドもねちょっとグリップあんな、ドープに比べると。エアーもグリップする。ドープだけ明らかにちょっと違う。けどその分施工がちょっと難しいかなと。もうちょい近い距離で見てみます。こんな感じ。分かりやすくエアーが撥水してない。水滴のね形、ライドの方がいびつになりつつあるので、若干ドープハイドロに比べて撥水は弱いのかなといった感じですね。で続いてドープとハイドロ。両方ともすごいね。近くで水をかけた時水が全くまとまんない。かなり水はじきは良さそうです。そしたらあえて水垢を作りますか。めちゃめちゃやりたくないけど、こんな状態で一旦放置して汚れの落ち具合とかを見ていけたらいいかなと思います。汚れといっても水垢だけじゃありません。いろんな汚れがあるので、一旦は水垢系のね汚れを見ていきます。すぐ乾きました。30分ほどですかね。こんな感じになっております。水染みみたいのができています。エアーのところの方が撥水してなかったので、この水染みが大きいです。その他は右側映ってないんですが、このライドみたいな感じで結構小粒。この水染みっていうのは触っても落ちません。一旦は水拭きしてどう変化があるのかっていうのも、水拭きして落ちるような汚れだったらあまりね意味がないんじゃないのかなと思っているので、一旦ね水拭きをしてみます。タオル濡らしてあります。だいぶね目立たなくはなってます。この白っぽいのがなくなるっていうのかな。けど輪っかの部分は残っているといった状態です。これがね一気にねカメラじゃ追えないほど見にくくなるんですよね。なので水拭きでもだいぶ見えなくはなるんですが、
この輪っかわかるかな。これ今だいぶ見えなくなりましたよね。けど全然残ってるんですよ。これでわかりますかね。こうしないとわからないっていうのが辛いんですが、まだ結構水滴の跡、輪っかみたいなのが残っている状態です。ちなみにこれがライドですね。で、左側ちょっと大きい水滴の輪っかがあるのがエア。これが落ちるのかどうかっていうのを一旦試してみます。そしたらまずはエアーからいきます。エアには洗車後の吹き上げ跡や気になる軽度の水垢に対してクリーニング効果がありますと記載されているので、もしかしたら落ちる可能性があると。映像的には皆さんから水垢見えないと思います。じゃあいきます。パッと見は落ちてません。ちょっともう一回ぐらいやっておきます。何回かやれば落ちるのかな的な感じでやって今見ましたが落ちない。続いてライド成功していきます。ライドは特に水垢とかは書いてはないかな。無水洗車での施工も可能です。なんか砂ぼこりとかそういったのを傷つけずにっていうのは言い過ぎだけど、かなり軽減させながら拭いていくことができますよという意味合いだと思うので、水垢が落とせるという意味合いではないと思います。おそらくね落とせないと思うんだよね。ちょっと多めにかけちゃった。施工直後のツルツル感みたいなのが若干ねライドの方エアーとかに比べてあるので、そういう意味合いだと思います。実際肉眼で見た時に水垢は残っております。これは今うまく施工するっていうよりかは水垢が落ちるか試しているので何回もこすっちゃってるんですが、どうなんだ、薄くなってんのか。ちょっと落ちてる気がする。さっきより特にこの辺エアーじゃ微動だにしなかった水垢が落ちてる感じある。はい、そしたら続いてドープいきます。やっぱねドープむずすぎるわ。ちなみにこのボンネット全然熱くないのにすげえムラになる。なんでこれつけすぎ。本液がなくなるまでしっかり塗り込んでください。ずーっとこういうこと。結構しっかりめに拭かないとダメだ。ドープは結構大変かも。やっぱ施工的なところでいくとだいぶ落ち着いてきたけど、面を変えて今ひたすら拭き上げるみたいな。けどちょっとねムラになりやすいわ。ちなみにボディの温度は30度ぐらいですね。全然熱くもないの。今かなり風が出てきて曇りなんですが、それでもちょっとね難しいかも。で水垢はいますね。これはもうスプレーワックスなので当然といった感じですね。で最後ハイドロ。すごいグリップがやっぱ全然違うね。これもね特にトップコートなので水垢を落とす作用っていうのはないです。なんかやっぱ落ちないね。そりゃそうだろうなって感じですね。けど若干ねタオルでこすったことによって軽減されてるのかなくなってる部分もあるんですよ、もちろん。けど完全にはなくなっていないと。僕もよくわからなくなってきたな。一旦水拭きいきます。で水拭きでも中まで白っぽくなってるやつ、これはねかなり落とせるんですよ。いきますよ。水垢残ってます。だんだん鱗みたいなの取れてきてますよね。これ結構ね強めにゴシゴシやってます。そもそもタオル傷とかいう話になってくるとまた違う話にはなってくるんですが、この状態で乾かします。それでもここに残ってるの分かります？これ映像として分かるんですか？この辺行ってみましょうか。エアなんかささっと拭いた時にいるよね。中央の白っぽいのはもちろん取れたんですが、それ以外の輪っかっていうのはやっぱいますよ。ちょっとライド行こう。同じところいますね。っていうことは水垢は落ちんということですよ。これ今空拭き何も変化ありません。何の力で落としているのかっていうのが結構ねやっぱいろんな検証してても分かりづらい時あるんですよね。水拭きこれでもだいぶ薄まるもんね。ここには大きな水垢がいます。エアいきます。いますね。さっきとあんま変わんないぐらい。続いてライド
いや軽微なやつだからですよって言われたら、まあそれまでなんですよね。これ軽微じゃないです、頑固ですって言われたらね、はーいって感じなんですが、けど軽微な水垢っていうのは普通に濡れ拭きでもかなり落ちるんですよ。さっき見せた通り最初に比べてかなり目立たなくなってます。それっていうのはもう水拭きの段階でかなり目立たなくなってるので、つまり水垢は難しいんじゃないのかなという結論ですね。今エアライトをやりましたが、水拭きの時とさほど変わってないですね。それぐらい水垢ってまあ結構頑固なものなんだけども、薄くしようと思えば水拭きでも結構薄くできるけど、それは水拭きでこの水垢を落としてるっていうよりかはタオルでこすり落としてる表現としては近いのかなといった感じです。はい、そしたら続いてこちらエアーのドライング補助機能っていうところを見ていきたいなと思います。ドライング補助機能っていうのは拭き上げの補助という意味ですね。 X の方でも普通に拭いた時との違いを見てみたいですとコメントをいただいていたので、そちら実際にやっていこうかなと思います。そしたらボンネットの現状、こんな感じです。右側はハイドロで左側はミセコです。この状態で1回拭き上げます。最近はねこういう大判クロスで拭き上げることが多いので、正直拭き上げの補助っていうのはあんまねいらないのかなと思ってます。必要性をあんま感じない。だからまあ大判タオルを使ってる人っていうよりかはマイクロファイバークロスこういったもので拭き上げを行ってる人の方が気になるんじゃないのかなとは思います。なので今回大判クロスを使わずにこういうマイクロファイバークロスで左右ね拭き上げをやってみて、まずはエアーを使わずその後エアーを使って何か違いが感じられるのかっていうところを見ていきます。そしたら普通にマイクロファイバークロスで1回拭き上げます。シャンプーを流した手で新しいマイクロファイバークロスで拭いていきます。こっちの方はねこう引いていくのであんま必要ないのかなと思うんですが、意外にね撥水してない方って水滴が伸びるんですよね。でこう水が立ってる方が吸ってくれる、綺麗に拭けるイメージがあります。大判クロスとかだと特にこの違いがね感じられる。わさってね拭くっていうよりかは拭く時はね結構ゆっくりね拭いてった方がしっかり吸ってくれる。結構ねさっと拭いて拭けてませんっていう人いるんですが、それじゃあ拭けないんですよね。ちゃんとこのタオルの性能を使えてない、吸う前に移動させちゃってるので吸えてないんですよ。しっかり吸っていくっていうのはすごく重要です。こういう感じかな。なんとなくインプットしました。はい、そしたら続いて、同じような感じで水をかけます。タオルは変えました。ここにエアを吹きかけながら拭いていくと。で何が違うかって拭きやすいとか吸水力がアップしたっていうわけではなく、どちらかというとこの拭き筋ちょっと残るんですよ。どうしてもこの拭き筋がエアーを吹きかけることによって残りにくいアルコールっぽい感じの、例えばインビジブルガラスとかね、ガラス拭いた時に拭き筋が残りにくい商品あるじゃないですか。そういうのになんか近いような感じが若干あんのかな。ちょっともう一回やってみます。そんな気がするっていう感じなのかな。そんなことないかわからん。なんか滑りが良くなったとかそういう感じはやっぱないですね。そもそもエアーを使ってツヤはほぼ出てませんという評価でした。それがあるために拭き上げてる時に何かムラになるっていう感じはないですね。ツヤが出るような商品だったらこういうなんか拭き上げ補助として使うのもどうなのっていう感じなので、やっぱりそのツヤが出てない、ちょっとネガティブな言い方かもしれないんですが、それはまあうまく作用してるのかなといった感じですが、特別拭き上げやすいっていう感じは分かんないなっていう感じですね。この辺側面ですね。なるほどね。この辺で拡大して試してみます。一旦エアーなしね、拭いた時にこの拭き筋、これが結構しっかり今残ってますよね。これエアーなしです。でもう一回同じように水をかけます。エアーをここに吹きかけます。でタオルで拭きます。この拭き筋がビヨーンって伸びる感じがない、引きが早いっていうのかな。すぐ乾くっていうか、
そんな感じがあります。だからまあ違うのかなといった感じですね。今日まあそういった吹き筋も大判クロスがあればこの横移動で筋もできずに吹き上げられるので、大判クロスを持っている人はあまりこの恩恵を得られないかもしれないと。ちなみにさっきエアーで拭いたボンネットですが、左側全く撥水してなかったのが若干撥水するようになりました。微撥水って感じですね。ハイドロの方エアーが乗ってるからなのかちょっと水はじきが悪くなりました。一回洗ってみます。今回の動画長いね。大丈夫？皆さん見てられます？両方とも似たような感じになりましたね。まだハイドロの方が若干弾いてるけど、こんな感じです。また別の検証いきます。そしたら一旦リセットしました。水はじきはないです。一旦これを吹き上げます。はい、そしたらドープですね。これね、ツヤと水はじき良かったんですがムラになりやすい、施工が難しいなと思っていて、 X でもね同じような方いて、その方はマイクロファイバースポンジで塗り込んだ後に吹き上げると綺麗に仕上がりましたと、そういったねアドバイスもいただいたので、実際にね同じような方法で施工してみようかなと思います。そしたら一旦普通に施工していきます。これつけすぎ説もあるね。もう結構白っぽいです。これをそのままムラがなくなるまで塗り込んでいくっていうことなんですが、タオルにドープがつくので面を変えて引き上げてあげた方が綺麗にいきやすいんですが、やっぱいつまでも伸ばす感じがあってムラがやっぱ出ますね。これもね肉眼じゃないともしかしたら分かんないかもしれない。肉眼で見るとどんな感じかっていうと、ワックス特有の油分みたいな油をこうちょっといつまでも伸ばしてるような感じが若干ある。そしたら続いて施工面を変えてマイクロファイバースポンジ、これは長良戦車のですね、これにロープを吹きかける、塗り込むような感じで、こっちの方が塗布はしやすいね。タオルだと全体的に圧がかかんないせいか均等にね塗布するのが難しいんですよ。面を変えて吹き上げるって言ってたのでタオルで拭いてみようと思います。もしかしたらこのタオルにロープがついてないことによって吹き上げやすくなってるのかもしんない。確かにさっきよりかはまだマシだけど、やっぱこの油分っぽいのが施工ムラになってる感じがありますね。これも光当たってみないと分かんないっていう感じ。さっきよりかはだいぶ良くなったけど、それでもギラつきっていうのかな、ほんと油膜みたいな感じがあります。じゃあ続いてこれ裏技になるのか分かんないんですが、エアーですね。これを使って吹き上げていくと綺麗に仕上がると、そういったね噂を聞きました。ちなみに X の方でもハイドロのムラをエアーで取るといいみたいなんですが、そういったねコメントも入ってたんですが、ハイドロはねどちらかというとムラになりにくい、ツヤが出にくい商品なので、もしかしたらドープのことじゃないかなと思いまして実際にやってみようと思います。結構こっちがムラになってます。これをエアーを使って拭いていくと、確かに若干良くなった気がするぞ。それでもムラあるね。しっかり拭かないとダメだね。でちなみにねエアーはね車内清掃、内窓とか拭くのに結構いいって言われてるみたいです。確かに変なツヤとか出ないし、そういうところにありなのかなとは思いますね。でもこのドープのムラを取るのはちょっと大変だぞ。なんか伸びる感じがねやっぱあるね。でも最初に比べてだいぶマシになったかなっていう感じはありますが、ガーって感じですね。こんな感じなのかな。だけどやっぱちょっとでもドープの成分がついてると伸びる感じがあるけど、だいぶ良くなりました。じゃあツヤ見てみましょう。ツヤはね出てる感じあるね。未施工に比べて出てるわ。
ツヤが全部なくなったっていうよりかは、そうではなく均等にならされたっていう感じの方が表現的には合ってるのかな。水を一回かけてみます。エアー感はないわ。かなり弾いてます。だからこれドープの水弾きでしょうね。しっかり均等にならされたといった感じでしょうか。そぎ落としてはないっていうことがなんとなく分かりました。はい、といった感じで動画の方以上になります。で、今回はディティールアーティストのエア、ライド、ドープ、ハイドロ、この4つの商品を使い比べてみました。ディティールアーティストのいいところ、まずね、すべての商品、香りがとてもいいです。で、あとは、比較的リーズナブル。エアが2780円、ライドも2780円、ドープが3480円、で、ハイドロが2980円。どれも3000円前後で購入することができます。内容量が 500ml なので、それを頭に入れた上で、他のコーティング剤とかとね、比較するとリーズナブルなのかなといった感じです。今回はこの4商品使ってみたんですが、端から簡単にどんな人におすすめかっていうところを説明していくと、まずエアーですね。エアーはね、内装の方が使いやすいのかなと思っております。今回は内装のクリーニングっていうのはエアーでやってないんですが、外装に使った時にツヤもあまり出ない。で、水弾きもそんな良くない。表現がね、ネガティブなんですが、そこが逆に内装とかにも使えるゆえんなのかなといった感じですね。これがなんかツヤめちゃめちゃ出ますってなると、ギラつきみたいなのが、窓ガラスとか内装の樹脂も変なツヤ感が出ちゃうとか、そういうね、内装に使えない要素みたいなのがどんどん増えていくので、そういった意味では、やっぱ内装向きなのかなとは思っております。あとは拭き上げ補助ですね。大判タオル使ってる人だったらあまり必要性感じないと思いますが、小さめのマイクロファイバークロスを何枚か用意して拭き上げてる人で、なおかつ拭き筋が気になるなと思ってる方はドライイング補助として結構使えるのかなと。イメージ的にはガラスクリーナーみたいな感じ。拭いた時に揮発性が高くて拭き筋一瞬出るんだけどさっと引いていく感じがエアーでもなんかありましたけど、まあ匂いとかもついているので、ここはね好き嫌いあると思います。ラムネっぽいトロピカルな感じの匂いなんですが、内装とかの方が向いてるのかなと僕は思いました。洗浄力に関して言えばあまり効果ないかなと。もちろんね、今回水拭きでも落ちます。これぐらいの汚れだったらみたいな話をしたんですが、その汚れっていうのはエアーでももちろん落とすことができるので、なんかまあ今回注目してたのは水拭きでも落ちないような頑固な汚れっていうのかな、洗車しても落ちないようなそういった水垢に対してやってみたので、ここにはね軽度の水垢って書いてあるので当てはまらないのかなと思いましたが、もしかしたら水垢が落ちなくて困ってるんだよね、この QD だったら落ちるかもって思ってる方もいるかもしれないので、そういった意味でも今回水垢きつめのね水道水でやってみました。ここにねその洗車後の拭き跡や気になる軽度の水垢って書いてあるから、水道水っていう認識をしちゃっていいのかなと思ったので、そういった検証になりました。エアはそんな感じで、僕的には外装っていうよりかは内装とかの方が向いてるのかなっていう感じですね。続いてライドで、ライドの方はエアに比べてツヤも出てたし、あと施工してる時のツルッと感もあった。水弾きもエアより良かったです。なのでまあこの後ドープハイドロの説明をしていくんですが、ライドが一番ベーシックなのかなといった感じ。他のやつはまあまあ尖ってるんだけども、その中でも使いやすくしたのがライドなのかなといった感じですね。まあ水弾きもハイドロドープに比べるとちょっと劣るけど、その代わり施工性も良かったし、まあツルッと感も出たと、ツヤも出ていました。なのでまあ一番使いやすいのかなといった感じです。外装向きですね。ちなみに水垢的なところはやっぱり効果はなかったといった感じですね。続いてドープはね、本当ボディのツルツル感が欲しい方はおすすめかな。洗車した後唯一ツルッと感が残っていました。水弾きもいいですけど施工性がめちゃめちゃ難しい。僕はそう感じました。吹きムラになりやすい。エアを使えば収まるとか言われていたんですが、それでもね若干っていう感じかな。やっぱ難しさの方がドープは印象的といった感じです。最後ハイドロの方はほんとトップコートかな。ツヤとかはあんま出ないけどバチバチの撥水が欲しいっていう方はハイドロなのかなと思います。でまあ一個気になったのは、ハイドロを使った後にエア使って水弾きがエアに持って帰ってたのが気になるかなといった感じ
です。あとね、そう、ドープ、わかるかな？施工したタオルね、何枚もあるんですが、ドープだけこの色がね、タオルに染みついちゃって落ちなかったです。これ洗濯したんですが、ドープだけこういった状態になりましたと。検証できてない内容としては耐久性なので、そこは今後他の箇所で同じような感じで4箇所施工して、1ヶ月後どうなんだっていうのを途中経過として見せていきたいなとは思っております。とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それでは、また来週。